徹底解説、株、証券系ファンドマネージャーとは？仕事内容からリアルな役割まで。株、証券系ファンドマネージャーの仕事内容とは？年収や将来性、必要な資格、CFA 証券アナリストから、プロが教えるリアルな役割まで徹底解説。日本で金融キャリアを目指す外国人材必見の完全ガイドです。金融のプロフェッショナル、その実像に迫る。日本で金融の仕事をしたいけれど、ファンドマネージャーって具体的に何をするの？映画、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのような派手で激務な世界なのだろうか。日本での就職やキャリアアップを考えている皆さん、そんな疑問を持っていませんか？特に株、証券系ファンドマネージャーという職種は高い専門性が求められる一方で、その実態はあまり知られていません。こんにちは。日本の金融業界の動向を長年見つめてきたキャリア戦略家の視点からお話しします。結論から言うと、ファンドマネージャーは単に株を売買する人ではありません。投資家から託された夢や資産を守り、育てる守護者であり、市場という荒波を航海する船長のような存在です。この記事では AI やインデックス投資が台頭する現代において、なぜ今人間のファンドマネージャーが必要とされるのか、その仕事内容、役割、そしてリアルな実態について、専門用語を噛み砕きながら解説していきます。1、株、証券系ファンドマネージャーとは？まず、言葉の定義を明確にしておきましょう。金融業界には、ファンドマネージャーと呼ばれる職種がいくつかありますが、ここでは、株、証券系ファンドマネージャーに焦点を当てます。これは、不動産やプライベートエクイティ、未公開株ではなく、主に上場企業の株式や債券を対象とした投資信託などを運用する専門職のことです。簡単に言えば、投資家、個人や企業から集めた大きなお金を株式市場や債券市場で運用し、利益を出して投資家に還元する仕事です。なぜ分析力と決断力が必要なのか。この仕事の本質は、不確実な未来に対する意思決定にあります。市場は常に変動しています。昨日の正解が今日は間違いになることも珍しくありません。そのため、以下の能力が不可欠となります。高度な分析力、経済の動向、企業の財務状況、業界トレンドを読み解く力。迅速な意思決定力、チャンスやリスクを瞬時に判断し、行動に移す力。精神的なタフネス、市場の変動に一喜一憂せず、冷静さを保つ力。2、株、証券系ファンドマネージャーの具体的な仕事内容。オフィスで画面を見ているだけでしょと思われがちですが、その業務は非常に多岐にわたります。ここでは、プロフェッショナルとしての具体的な8つの業務プロセスを深掘りします。1、市場調査、分析、リサーチ。すべての始まりは情報です。ブルームバーグ端末や決算資料を読み込むだけでなく、世界経済の動向、政治的な変化、さらには SNS 上のトレンドまで分析します。マクロ分析、国の経済成長率や金利政策など大きな流れを見る。ミクロ分析、個別企業の業績や新製品の可能性を調べる。ここでは、証券アナリスト、CMA や CFA、米国証券アナリストなどの資格で学ぶような体系的な知識が実際の現場で武器になります。2、投資戦略の立案。集めた情報をもとにどう勝つかのシナリオを描きます。例えば、これからは AI 産業が伸びると予測すれば、関連企業の株式比率を高める戦略を立てます。逆に、不況が来ると予測すれば、安全性の高い国債、債券へシフトします。
3、投資判断と売買の実行。ここが最も緊張感のある瞬間です。どの銘柄を、いつ、いくらで買うか、または売るかを決定します。最近では、売買の執行自体はトレーダー、ディーラーに任せることも多いですが、買いか、セル、売りかの最終判断を下すのはファンドマネージャーの責任です。4、リスク管理、ポートフォリオ管理。プロとアマチュアの最大の違いはここにあります。ただ利益を追うのではなく、負けないための工夫を徹底します。特定の国や業界に投資が偏らないように分散させたり、先物取引を使ってヘッジ、保険をかけることを行ったりします。これはまさに、ポートフォリオ管理の腕の見せ所です。5、パフォーマンスの評価と調整。投資はやりっぱなしではいけません。定期的に運用成績をチェックし、目標に対して遅れがないか確認します。もし予想が外れた場合は、素直に認め、戦略を修正、リバランスします。この柔軟性が長期的な成果を生み出します。6、投資家とのコミュニケーション。どんなに優れた運用をしても、投資家への説明ができなければプロ失格です。運用成績が良い時も悪い時も、その理由を論理的かつ誠実に説明するディスクロージャー。情報開示の姿勢が求められます。特に外国人投資家が多いファンドでは、英語でのレポーティング能力も必須スキルとなります。7、規制遵守、コンプライアンス。金融業界は信用のビジネスです。インサイダー取引などの不正を防ぐため、非常に厳しい規制があります。これらを遵守し、適切な報告書を作成することも重要な業務の一部です。8、チームの管理。シニアクラスになると、アナリストや若手ファンドマネージャーを束ねるマネジメント業務も発生します。チーム全体の知見を結集し、ファンドとしての最適解を導き出します。3、プロが語るファンドマネージャーの真の役割とは？仕事内容、do だけでなく、その役割、be を理解することは、面接やキャリア形成において非常に重要です。ここでは、表面的な業務の裏にある本質的な役割について解説します。1、資産運用の専門家としての誇り。ファンドマネージャーは、ただの株好きでは務まりません。受託者責任という言葉をご存知でしょうか？これは他人の資産を預かる者として、常に顧客の利益を第一に考え行動する義務のことです。文系理系を問わず、この高い倫理観を持つことが、ファンドマネージャーへの進路を考える上で最も大切な資質です。2、孤独な投資判断のリーダー。最終的な決断は常に一人で行うことが多いです。周囲が買いだと騒いでいるときに冷静にデータを分析して売りを選択する勇気。この孤独に耐え、自己の判断を信じ抜くリーダーシップが求められます。3、リスク管理の責任者。リターンはリスクの対価であるというのが金融の鉄則です。しかし、無謀なギャンブルは投資ではありません。市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、あらゆるリスクを想定し、コントロール可能な範囲に収めることこそが、プロの仕事です。4、長期的な価値の創出、サステナビリティ。近年では、企業の環境対応や社会貢献度を評価する ESG 投資が主流になっています。短期的な株価の変動だけでなく、その企業が10年後も社会に必要とされているかを見極め、持続可能な社会の実現に資金面から貢献する。これも現代のファンドマネージャーの重要な役割です。あなたは市場の指揮者になれるか？ここまで
株証券系ファンドマネージャーの仕事内容と役割について深掘りしてきました。仕事内容、情報収集から分析、投資判断、そしてリスク管理まで一貫したプロセスを担う。役割、単なる利益追求ではなく、投資家の信頼に依頼、長期的な価値を創出するプロフェッショナル。確かに、ファンドマネージャーの年収は他の職種に比べて高い水準にあります。しかし、それは激しい市場競争の中で、常に結果を出し続けるプレッシャーへの対価でもあります。数字に強いだけでは不十分。人間への理解や社会への洞察も必要です。だからこそ、AI が進化しても、最終的な判断を下す人間味あふれるファンドマネージャーの将来性は、決して暗くありません。もしあなたが知的好奇心が旺盛で、変化を恐れず、そして何より自分の判断で結果を出すことに喜びを感じるなら、この仕事は天職になるかもしれません。次は、どうすればファンドマネージャーになれるのかという具体的なキャリアパスについてお話ししましょう。4. あなたは向いている？ファンドマネージャーに求められる3つの資質。仕事内容は分かったけれど、自分にその適性があるのか不安。そう感じるのは当然です。ファンドマネージャーは、金融業界の中でも特に、個人の資質が結果に直結するプロフェッショナルな職種だからです。ここでは、教科書的なスキルセットだけでなく、現場で本当に必要とされる資質、ソフト&ハードスキルズを3つの次元に整理して解説します。1、知性、市場を読み解く探偵のような分析力。まず、基本となるのは高度な分析力と深い知識です。市場には毎日膨大なニュースやデータ、ノイズが溢れています。その中から本当に価値のある情報、シグナルを見つけ出す能力が求められます。多角的な視点、株式だけでなく、債券、為替、デリバティブ、そして各国の政治動向まで点と点を線で結ぶ知識が必要です。好奇心と学習意欲、金融の世界は秒単位で進化します。新しいテクノロジーやトレンドに対して、なぜと問い続けられる好奇心こそが最強の武器になります。2、胆力、嵐の中でも動じない禅のようなメンタル。実は、最も重要なのがこのメンタル面です。市場は理不尽に暴落することがあります。自分の読みが外れ、巨額の損失が出る局面でも、パニックにならずに冷徹な判断を下せるストレス耐性と冷静さが不可欠です。意思決定能力、チャンスが来た瞬間に、恐怖に打ち勝ってボタンを押す、投資する決断力。忍耐力、すぐに結果が出なくても、自分のシナリオを信じて待つ長期的な視野。3、誠実さ。投資家の信頼を守る弁護士のような倫理観。ファンドマネージャーが扱うのは自分のお金ではなく投資家の大切な資産です。どれほど運用がうまくても倫理観が欠けていれば業界で生き残ることはできません。誠実さを持ち、コンプライアンス、法令遵守を徹底することはプロとしての最低条件です。また、難しい運用状況を投資家へ分かりやすく説明するコミュニケーション能力も信頼構築の鍵となります。5、未経験からファンドマネージャーになるには完全ロードマップ。具体的にどのようなステップを踏めばファンドマネージャーになれるのですか？この質問への回答はあなたが現在どのようなステージにいるかによって異なりますが、王道のルートは存在します。ここでは外国人材が日本でキャリアを築く視点も交えて解説します。ステップ1、教育と学歴ベースを作る。ファンドマネージャーは高度な専門職であるため、学歴は一定のフィルターとして機能します。
学部、経済学、金融学、会計学、経営学が一般的ですが、最近ではデータ分析に強い理系、数学、統計学の需要も急増しています。大学院、競争力を高めるために MBA、経営学修士やファイナンス修士を取得することは非常に有効です。特に海外の大学院で学んだ経験は、グローバルな視点を持つ証明になります。ステップ2、最強の武器、資格を取得する。資格は、あなたの知識を客観的に証明するパスポートです。特に以下の2つは、CFA と CMA がキャリアアップに直結します。ステップ3、実務経験を積む、登竜門をくぐる。いきなりファンドマネージャーとして採用されることは稀です。まずは下積みとして市場の基礎を体感する必要があります。投資アナリスト、リサーチャー。これが最も一般的なルートです。企業の財務分析や業界調査を行い、ファンドマネージャーにレポートを提出します。あなたの分析で株価が動いたという実績を作ることが昇進への近道です。アシスタントファンドマネージャー、先輩マネージャーの補佐として発注業務やポートフォリオ管理の実務を学びます。ステップ4、キャリアの入り口、就職、転職ルート。新卒第2新卒、運用会社、アセットマネジメント証券会社、信託銀行、生損保の運用部門を目指します。中途採用、銀行やコンサルティング会社などで金融知識を身につけ、資格、CFA、CMA を取得してから運用会社へ転職するケースも増えています。6、情熱と規律が成功への鍵。株、証券系ファンドマネージャーへの道は、決して平坦ではありません。高度な分析力、強靭なメンタル、そして CFA や CMA といった難関資格への挑戦が必要です。しかし、自分の読み通りに市場が動き、投資家に利益をもたらした時の達成感は、他の仕事では味わえないものです。世界経済の最前線で勝負したい、一生学び続ける仕事がしたい、という強い情熱があるなら、その扉は間違いなく開かれています。まずは、今の自分のスキルと足りない要素、資格や経験を棚卸しすることから始めましょう。7、高校からプロになるまで。ファンドマネージャーへの進路フローチャート。今はまだ学生だけど、将来ファンドマネージャーになりたい。子供の進路として金融業界を進めたい。そんな方のために、高校入学からプロのファンドマネージャーになるまでの王道ルートをステップバイステップで解説します。この道のりは長いマラソンのようなものですが、地図があれば迷うことはありません。ステップ1、高校時代、基礎体力をつける。すべてはここから始まります。科目選択、数学統計情報処理などの理系科目に力を入れてください。金融は数字の世界です。また、グローバル市場で戦うための英語も必須です。課外活動、投資クラブやビジネスコンテストに参加し、経済ニュースに触れる習慣をつけましょう。ステップ2、大学進学、専門性を磨く。ここが最初の分岐点です。学部選び、経済学部、商学部、経営学部が王道ですが、金融工学を学ぶための理学部、工学部も強力な選択肢です。インターンシップ、座学だけでは不十分です。証券会社や銀行のインターンに参加し、現場の空気を肌で感じてください。これが就職活動での最大の武器になります。ステップ3、就職と資格取得、プロへの切符。大学卒業後、すぐにファンドマネージャーという肩書きをもらえるわけではありません。就職、資産運用会社、アセットマネジメント証券会社、
信託銀行へ入社します。初期キャリア、まずは証券外務員資格を取得し、アナリストやアシスタントとして先輩マネージャーのサポートをしながら実務を学びます。ステップ4、ファンドマネージャー昇進、デビュー。数年の下積みを経て、実力が認められれば、ついにファンドマネージャーとして自分のポートフォリオを持つことになります。ここからが本当の勝負の始まりです。8. 学費はいくらかかる？日米トップ大学のコスト比較。キャリアプランを立てる上で避けて通れないのが学費の問題です。ファンドマネージャーを多く輩出している大学はどこか？そしてコストは？日本と海外、米国、英国のトップ校を比較してみましょう。結論から言うと、日本の大学はコストパフォーマンスにおいて世界最強レベルです。1. 日本国内の代表的な大学、コスパ重視。下記表のように、日本の国立、私立トップ校は、世界的な金融機関への就職実績がありながら、学費は欧米に比べて圧倒的に抑えられています。2. 海外の代表的な大学、ブランド重視。資金に余裕があり、最初からグローバルな舞台で活躍したい場合は、海外のトップスクールが選択肢に入ります。ただし、投資額は桁違いです。ハーバード大学 MBA 年間約1100万円から、スタンフォード大学 MBA 年間約1120万円から、ロンドンビジネススクール MBA 年間約1800万円から、アドバイス。多くの成功しているファンドマネージャーは、日本の大学で基礎を安価に学び、社会人になってから外社の支援制度や奨学金を使って海外 MBA に挑戦するという賢いルートを選んでいます。9. 難易度は？ファンドマネージャー必須の3大資格。ファンドマネージャーの世界は実力主義ですが、その実力を証明するために資格は避けて通れません。ここでは取得すべき資格を難易度別に解説します。1証券外務員資格1種2種。必須度5つ星、これがないと仕事ができません。難易度1つ星、優しい。概要、金融商品を扱うための免許証のようなものです。内定後や入社直後に必ず取得します。合格率は高く、真面目に勉強すれば、数週間から1ヶ月程度で取得可能です。2日本証券アナリスト協会検定会員 CMA。必須度4つ星、日本で働くならほぼ必須。難易度4つ星、難しい。概要、日本の金融業界の共通言語です。経済学、財務分析、ポートフォリオ管理などを体系的に学びます。学習時間、約200から300時間。一次試験と二次試験があり、最短でも2年近くかかります。働きながら取得するのが一般的で、多くの若手金融マンが夜間や週末を捧げて勉強します。3CFA、チャータードファイナンシャルアナリスト。必須度、3つ星、外資系トップ層を目指すなら必須。難易度、5つ星、超難関、金融界のゴールドスタンダード。概要、世界中で通用する最高峰の資格です。試験はすべて英語で行われます。学習時間、各レベル300時間以上×3レベルイコール合計1000時間以上。レベル1から3まであり、ストレートで合格しても3年はかかります。合格率は各レベルとも低いですが、これを持っているだけで、英語力、金融知識忍耐力のすべてを証明でき、年収アップや海外転職に直結します。結論、どの資格から取るべき？焦る必要はありません。
以下の順序が最も効率的です。入社前1年目、証券外務員資格を確実に取る。20代前半から中盤、実務をこなしながら、まずは日本の CMA を取得し、基礎を固める。20代後半からさらなる高みを目指すなら CFA に挑戦する。資格取得は大変ですが、それは裏を返せば参入障壁が高いということ。努力して手に入れれば、あなたのキャリアを守る強力な盾となります。次は、実際にファンドマネージャーとして働く人たちのリアルな年収や1日のスケジュールについて覗いてみましょう。10、年収の実態、日本 vs 海外、どれくらい稼げるのか。金融業界は稼げると言われますが、具体的にどれくらいなのでしょうか。ファンドマネージャーの年収は実力と結果がすべてです。ここでは日本国内と海外、主に米国欧州の相場を比較しながら、そのリアルな開示情に迫ります。日本国内、安定と高収入のハイブリッド。下記表のように、日本の金融機関、日系大手は年功序列の色が残るものの、一般的なサラリーマンとは一線を画す給与水準です。海外、欧米外資系ハイリスクハイリターン、もしあなたが英語力に自信があり、より大きなリターンを求めるなら、外資系金融機関や海外ヘッジファンドが視野に入ります。その差は歴然です。ジュニアクラス、すでに1000万から1800万円からスタート。中堅クラス、2200万から4500万円。トップ層、数億円から天井知らず。特にヘッジファンドでは、稼いだ利益の一定割合、例えば 20% が報酬となる成功報酬モデルが多いため、桁違いの収入を得るスタープレイヤーが存在します。給与の仕組み、ボーナスが命。ファンドマネージャーの年収を理解する上で重要なのが、基本給プラスパフォーマンスボーナスという構成です。安定した基本給に加え、ファンドの運用益が出れば出るほど、ボーナスが跳ね上がります。逆に、成績が悪ければボーナスがゼロになるだけでなく、クビ、解雇になるリスクも背負っています。さらに、シニアクラスではストックオプション、自社株購入権が付与され、会社の成長とともに資産が増える仕組みもあります。11 AI に仕事を奪われる？ファンドマネージャーの現在と未来。AI が株取引をする時代に人間のファンドマネージャーは必要なの？これはこれからこの業界を目指す人が必ず抱く疑問です。結論から言えば単純な作業は奪われるが、高度な判断業務はむしろ価値が上がると言えます。現状の課題、インデックスファンドとの戦い。現在、市場平均、日経平均や S&P500 に連動するインデックスファンド、パッシブ運用が人気です。手数料が安く、そこそこの成績が出るからです。人間の知恵で市場平均を上回ろうとするアクティブ運用のファンドマネージャーにとって、これに勝ち続けることは至難の業となっており、真の実力が問われる淘汰の時代に入っています。将来性のある3つの領域。では、人間はどこで勝負すべきでしょうか？ AI にはできない将来有望な3つの分野があります。1ESG 投資、環境、社会ガバナンス。数字だけでは見えない企業の価値を判断する仕事です。この企業は環境に配慮しているか、労働者を大切にしているかといった定性的な情報は AI よりも人間の方が深く理解し、評価できます。ESG 投資は世界的なトレンドであり、この分野の専門家は今後ますます重宝されます。2AI との共存。AI vs 人間ではなく AI プラス人間です。
膨大なデータの処理やスクリーニングは AI に任せ、そのデータから地政学的なリスク、戦争や選挙などや経営者の資質といった複雑な要素を読み解き、最終決断を下すのは人間です。テクノロジーを使いこなすマネージャーが生き残ります。3アジア新興国市場。中国、インド、東南アジアなど、成長著しい市場は情報の透明性が低く、データ通りに動かないことが多々あります。現地を歩き、肌感覚で市場の熱量を感じ取れる人間のリサーチ能力が高いリターンを生み出す鍵となります。12、厳しいけれど、挑戦する価値のある舞台。株、証券系ファンドマネージャーの年収と将来性について解説しました。年収、日本でも高水準だが、外資系海外はさらに桁違い。実力次第で数億円も夢ではない。将来性、単純な運用は AI に変わるが、ESG や新興国投資など人間力が問われる分野は成長し続ける。楽な仕事ではありません。常に数字で評価されるプレッシャーがあります。しかし、自分の才覚一つで巨額の資金を動かし、経済の成長に貢献しながら大きな富を得ることができる。これほどダイナミックな職業は他にありません。もしあなたが安定よりも挑戦を、平均よりも卓越を求めるなら、ファンドマネージャーへの道は最高のキャリアになるはずです。13、どこで働く？ファンドマネージャーの3つの戦場と主要企業。ファンドマネージャーになりたいけれど、具体的にどの会社を受ければいいの？就職先選びは、あなたのキャリアだけでなく、ライフスタイルや年収を決定づける重要な選択です。大きく分けて、ファンドマネージャーの活躍の場は3つのカテゴリー、戦場に分類できます。自分の性格や目指すゴールに合わせて選びましょう。1、労働、日経アセットマネジメント信託銀行、安定と信頼。最も多くのファンドマネージャーが所属するのがここです。教育制度が整っており、腰を据えて長期的にスキルを磨きたい人に最適です。年功序列の色が残るものの、福利厚生は手厚く、ワークライフバランスも比較的保ちやすい環境です。主な企業、野村アセットマネジメント、三菱 UFJ 信託銀行、大和アセットマネジメント、日本生命、運用部門グッフ、年金積立金管理運用独立行政法人など。2、実力主義、外資系ヘッジファンド、高報酬とプレッシャー。結果がすべての世界です。年齢や国籍に関係なく、運用成績さえ良ければ驚くような報酬が得られます。ただし、成績が悪ければ即解雇というリスクと隣り合わせです。グローバルな視点でダイナミックに働きたい人向けです。主な企業、ゴールドマンサックス、ブラックロック、シテール、シタデル、ブリッジウォーターアソーシエイツなど。3、新勢力、フィンテックロボアドバイザー、革新とテクノロジー。今、最も熱い分野です。AI やアルゴリズムを駆使し、テクノロジーで金融を変えようとするスタートアップやベンチャー企業です。従来の金融機関のような堅苦しさがなく、エンジニアと共に新しいサービスを作り上げる面白さがあります。以下、主な企業、ウェルスナビ、楽天証券、ロボアドバイザー部門などの情報です。14、なぜ人はこの仕事にはまるのか。7つのやりがい、激務で、プレッシャーも大きい。それでも多くのプロフェッショナルがこの仕事を辞めないのはなぜでしょうか。それは、他では味わえない知的な興奮と社会への貢献があるからです。1、自分の読みが世界で答え合わせされる快感。ファンドマネージャーの仕事は、毎日が試験のようなものです。この企業は伸びると分析し、投資する。
数ヶ月後、その株価が上がったとき、マーケットが君の考えは正しかったと証明してくれます。このダイレクトなフィードバックこそが最大のやりがいです。2、知的な総合格闘技であること。経済学、心理学、数学、歴史、そして政治。あらゆる知識を総動員しておののいます。昨日学んだ知識が今日の利益に変わる。勉強が無駄にならないことをこれほど実感できる仕事は他にありません。3、顧客の未来を守る誇り。画面上の数字の向こうには、老後の資金を蓄える人々や資産を守りたい家族がいます。あなたの運用がうまくいけば、誰かの人生が豊かになります。投資家からのありがとう、あなたに任せてよかったという言葉は、何億円のボーナスよりも心に響く瞬間です。15、まるでゲーム？現場で感じるリアルな楽しさ。最後にもっと直感的な仕事の楽しさについてお話しします。ファンドマネージャーたちは酒場ではこんな風に語り合っています。世界とつながっている感覚が朝起きて、ブラジルの天候不順のニュースを見る。コーヒー豆の価格が上がるな、あのカフェチェーンのコスト増だ株を売ろう。地球の裏側の出来事が自分のデスクの上の数字に直結する。このバタフライエフェクトを体感する瞬間はゾクゾクします。巨大なパズルを解く面白さ。株式、債券、為替。無数のピースを組み合わせて最強のポートフォリオを作る。それはまるで高度な戦略シミュレーションゲームをリアルマネーでプレイしているような感覚です。会いたい人に会える。運用担当者、バイサイドとして、投資先企業の社長や経営陣と直接面談、取材することができます。ビジネスの最前線にいるリーダーたちの話を直接聞けるのは、この職業だけの特権です。厳しいけれど、最高に面白い。株、証券系ファンドマネージャーは、楽な仕事ではありません。しかし、知的好奇心があり、自分の力で未来を切り開きたい人にとっては、毎日が冒険のような仕事です。もしあなたがニュースを見てなぜと考えるのが好きなら、もしあなたがプレッシャーをエネルギーに変えられるなら、この世界はあなたを歓迎するでしょう。さあ、準備はいいですか？あなたの金融キャリアという投資をここから始めましょう。16、華やかな舞台の裏側、ファンドマネージャーの過酷な現実。年収数千万円市場のスタープレイヤー。ここまでファンドマネージャーの輝かしい側面をお伝えしてきましたが、光が強ければ強いほど影もまた濃くなります。正直に申し上げます。この仕事はメンタルとの戦いです。高い給料は単なる労働の対価ではなく、胃がキリキリするようなプレッシャーへの慰謝料だという人もいます。現場で直面する3つの過酷な現実を直視してください。1、他人の人生を背負う恐怖、責任とプレッシャー。自分の貯金で株をやって損をするのとはわけが違います。あなたが運用するのは誰かの老後の資金や子供の学費かもしれません。億単位の資金を動かすとき、クリック一つで数千万円が消えるリスクと隣り合わせです。特に自分の読みが外れて損失、ドローダウンを出した時の顧客への報告義務は、どんなに経験を積んでも心が削られる瞬間です。2、24時間止まらない情報の洪水、長時間労働。市場は待ってくれません。日本の市場が閉まればロンドンが開き、ロンドンが閉まればニューヨークが開きます。不規則な生活、夜中にアメリカの雇用統計を確認し、早朝に日本のニュースをチェックする。プライベートの寝食、休日でも
戦争や災害のニュースが入れば、即座に月曜日の戦略を考えなければなりません。完全にオフの状態を作るのが極めて難しい職業です。3、結果がすべての非常な評価。どれだけ頑張ったかは評価されません。どれだけ勝ったかがすべてです。どんなに素晴らしい分析レポートを書いても、運用成績、パフォーマンスがベンチマーク、市場平均を下回れば、容赦ない批判にさらされます。最悪の場合、ファンドの解約や解雇につながることもあります。この数字から逃げられない毎日に耐えられず、業界を去る人も少なくありません。17、あなたは生き残りれるか。ファンドマネージャーに向いている人いない人。ここまで読んで自分には無理かもしれないと小分けづいてしまいましたか？それとも、それでも挑戦したいと闘志が湧いてきましたか？ファンドマネージャーには明確な向き不向き、適性があります。偏差値が高いからといって務まる仕事ではありません。以下のチェックリストで自分の資質を確認してみましょう。適性チェック、こんな人が向いています。冷静な論理的思考。市場が暴落して周囲がパニックになっている時に、今が買い時だと冷静に計算できる人。感情をデータで制御できる冷めた頭が必要です。強靭なストレス耐性。失敗を引きずらない人。昨日は1億円損したけれど、今日は新しいチャンスを探そうと、気持ちを瞬時に切り替えられるタフさが求められます。知的な柔軟性。自分の考えが間違っていたと素直に認められる人。市場に対して謙虚であり、朝令暮改、朝げんたことを夕方変えることを恐れずに変化できる柔軟性が生存率を高めます。孤独に勝てる決断力。最後は一人で決める仕事です。多数決に頼らず、自分の信念に従ってボタンを押せる勇気がある人。警告、こんな人は苦労するかもしれません。真面目すぎて完璧主義な人、投資に100点満点はありません。6勝4敗で良しとする割り切りができないと、精神的に追い詰められます。他人の評価を気にしすぎる人、顧客や上司からのプレッシャーに敏感すぎると、冷静な判断ができなくなります。安定が何より大切な人、毎日の変動そのものが仕事です。変化をストレスと感じる人には不向きです。18、それでもこの道を選ぶあなたへ。株、証券系ファンドマネージャーの世界について解説してきました。仕事、市場を分析し、未来を予測する知的ゲーム。年収、実力次第で青天井だが、リスクも高い。資格、CFA や CMA など、継続的な学習が必須。現実、プレッシャーは凄まじいが、それ以上の達成感がある。もしあなたが安定したルーチンワークを望むなら、この仕事は選ばない方が良いでしょう。しかし、あなたが世界経済の最前線で自分の知力と胆力を試したいと願うなら、これほどエキサイティングなステージは他にありません。日本の金融市場はグローバルな視点を持つ新しい才能を求めています。恐れずに一歩を踏み出してください。その先には見たことのない景色が広がっています。19、面接官をうならせる。ファンドマネージャーへの志望動機4選。なぜ激務と言われるこの仕事を選んだのですか？面接で必ず聞かれるこの質問。単に投資が好きだから稼ぎたいからでは、プロの採用担当者の心には響きません。ここでは、ファンドマネージャーを目指す人が語るべき熱意と適性を兼ね備えた志望動機、キラーフレーズを4つのパターンに整理しました。あなたの経験に合わせてカスタマイズしてください。1、
知的好奇心アプローチ、分析好き向け。市場は政治、経済、心理が複雑に絡み合うパズルのようなものです。例文の骨子、私はデータの裏側にあるストーリーを読み解くことが好きです。複雑な市場環境の中で自分の分析と仮説が正しいかどうかを試し、その結果が数字としてダイレクトに返ってくるこの仕事に、これ以上ない知的な興奮を感じています。2. 社会貢献アプローチ、ESG 責任感重視。金儲け以上の意義を乱したい人向けです。例文の骨子、投資は次世代の成長産業を育てる投票行為だと考えています。成長企業の株を買うことでその挑戦を資金面から支え、同時に投資家、顧客の資産形成に貢献する。経済の好循環を生み出すエンジンの役割を果たしたいです。3. グローバル視点アプローチ、外国人材、語学力重視。あなたのバックグラウンドを最大限に活かす戦略です。例文の骨子、世界経済の連動性に魅力を感じています。私の語学力と多文化的な視点を活かし、日本市場だけでなく、グローバルな視点から隠れた投資機会を発掘したいと考えています。世界中の市場を相手に勝負できる環境に惹かれました。4. プロフェッショナル思考アプローチ、成長意欲重視。厳しい環境を歓迎する姿勢を示します。例文の骨子、常に結果を求められるプレッシャーの中に身を置くことで自己成長を加速させたいです。AI や新しい金融技術を積極的に学び、変化を恐れずに進化し続けるファンドマネージャーになりたいという強い決意があります。20. 正社員？それとも独立？多様化する雇用形態。ファンドマネージャーの働き方は一つではありません。リスク許容度やキャリアの段階によって最適な契約形態は異なります。1. 安定の王道、日系企業の正社員。日本の資産運用会社や銀行の運用部門で働くスタイルです。メリット、雇用の安定、手厚い福利厚生、チームでの運用体制。デメリット、年功序列の傾向があり、若手のうちは報酬が跳ね上がりにくい。2. 実力主義、外資系ヘッジファンドの契約正社員。ベース給プラス高額なインセンティブが基本です。メリット、圧倒的な高収入。結果を出せば青天井。デメリット、成績不振なら即契約終了のリスク。3. 究極の自由、独立系企業。経験を積んだ後、自分でファンドを立ち上げたり、独立系投資顧問会社、IFA などを設立する道です。メリット、自分の投資哲学を 100% 反映できる。利益を総取りできる。デメリット、集客、資金集めからコンプライアンスまですべて自己責任。21、朝は早い？休日はある？リアルな1日のスケジュール。睡眠時間は削られるのか？土日は休めるのか？ファンドマネージャーの生活リズムは担当する市場によって劇的に変わります。ここでは最も一般的な日本株担当と生活逆転型の米国株担当のスケジュールを比較します。ケース A、日本株担当マネージャー、朝方。下記、表のように市場が開く9時前にすべての準備を整えるため、朝は早いです。ケース B、米国欧州株担当マネージャー、夜型。日本にいながら海外市場と戦うため、時差との戦いになります。夕方出社、欧州市場が開く夕方から本格始動。深夜勤務、ニューヨーク市場が開く23時半、夏時間は22時半からが本番。生活リズム、昼夜逆転しがちですが、
最近は注文をシステムに任せて、深夜はずっと起きていなくても良い体制の会社も増えています。休日とワークライフバランス。土日は休み、基本的に土日は完全オフです。市場が閉まっているため。気は休まる、体は休んでいても、頭の片隅では常に来週の相場を考えています。週末に大きなニュース、選挙や戦争などがあると、月曜日の対応策を練る必要があります。リモートワーク、最近はブルームバーグ端末などの環境があれば自宅でも仕事ができるため、週に3回のリモートワークを導入する企業も増えています。22. 狭き門か、売り手市場か。最新の求人需要トレンド。AI に仕事を奪われると聞いたけれど、求人はあるのですか？このシリーズの最後に、最も現実的な就職・転職市場のリアルについてお話しします。結論から言うと、ファンドマネージャーの求人は二極化が進んでいます。単純な運用を行うポジションは減っていますが、特定のスキルを持つ人材への需要は、かつてないほど高まっています。今、熱い3つの需要。市場が求めているのは、単なる金融知識ではありません。以下のキーワードに当てはまるなら、あなたは売り手市場、企業が欲しがる状態にいます。ESG サステナビリティの専門家、環境・社会ガバナンスを評価できる人材が圧倒的に足りていません。理系のバックグラウンドや環境問題への知見がある人は重宝されます。テクノロジー×金融、クオンズデータサイエンティスト。プログラミング、Python などができ、ビッグデータを解析して投資判断に活かせる人材。フィンテック企業やヘッジファンドが高額な報酬で奪い合っています。新興国オルタナティブ投資、米国株や日本株だけでなく、アジア、アフリカ、あるいは未公開株、プライベートエクイティなど、ニッチな市場に精通している専門家の価値が上がっています。23. 未経験でもなれる？転職市場の攻略法。ファンドマネージャーへの道は、経験者、即戦力には広く開かれていますが、未経験者には非常に狭き門です。しかし、突破口は必ずあります。戦略 A、経験者、キャリア採用。あなたがすでに金融業界で実績、トラックレコードを持っているなら、今はチャンスです。同行、大手アセットマネジメント会社だけでなく、外資系や独立系ファンドが即戦力を探しています。ポイント、自分の運用スタイルと実績を数字で証明できる職務経歴書が武器になります。戦略 B、未経験者、ポテンシャル採用。金融業界は初めてという場合、いきなりファンドマネージャーに応募しても書類選考で落ちる可能性が高いです。迂回ルートを使いましょう。アナリストから潜入する、まずは調査分析を行う証券アナリストとして入社し、そこで実績を作ってからファンドマネージャーへ内部昇格、あるいは転職するルート。これが王道です。異業種の専門性を武器にする、例えば、製薬会社の研究職だった人が、バイオ医薬品株の担当アナリスト、マネージャーになるケースがあります。金融知識は後から学べますが、業界の専門知識は貴重だからです。インターンシップを活用する、学生や第二新卒であれば、インターンや研修プログラムへの参加が必須です。熱意と基礎能力、英語力や数理能力をアピールしましょう。24. ファンドマネージャーだけじゃない。金融のエコシステム、関連職種。もし、ファンドマネージャーは少し違うかも、と思ったら、視野を広げてみてください。ファンドマネージャーを中心としたチームには、魅力的なプロフェッショナルたちがたくさんいます。下表の職種も、
高収入でやりがいのある仕事です。上評の職種からキャリアをスタートさせ、最終的にファンドマネージャーを目指すのも賢い戦略です。最後、挑戦する価値のある最高の知的ゲーム。株、証券系ファンドマネージャーという仕事について、その光と影、そして具体的ななり方まで解説してきました。この職業は、世界経済という巨大な生き物の鼓動を一番近くで感じられる場所です。市場は毎日変わり、二度と同じ日は来ません。プレッシャーに押しつぶされそうになる夜もあるでしょう。しかし、自分の読みが当たり、投資家に利益をもたらした時の震えるような喜びは、この仕事でしか味わえません。リスクを取らなければ、リターンは得られない。これは投資の鉄則であり、人生の鉄則でもあります。もしあなたが、今の安定した生活という元本を守るだけでなく、キャリアという資産を大きく増やしたいと願うなら、この仕事は単なる金儲けの手段ではありません。世界経済の脈動を感じ、自分の頭脳一つで巨額の資本を動かし、社会に価値を還元する。そこには、他の職業では決して味わえない責任という名のスリルと達成感があります。厳しいですか？はい、間違いなくタフな仕事です。目指す価値はありますか？もしあなたが知的な刺激と成長を渇望しているなら、これ以上の転職はありません。さあ、次はあなたの番です。まずは金融業界の求人情報をチェックし、自分の市場価値を知ることから始めましょう。未来のトップファンドマネージャーは、今のあなたの一歩から生まれます。今こそ、挑戦への注文、オーダーを出す時です。日本の金融市場で、あなたがプロフェッショナルとして活躍する日を心待ちにしています。